この間はどこまで話したっけ？前々回は小学校の話で、私の家庭環境がちょっとよろしくなかった話とか、あとアイドルを始めてあんまりよろしくないことやられてたとやってたりとか、中学生の話で私の女の子の初恋の話と楽しいクラスメートとの話をしたね。そういえば話し忘れてたけど、小学生の頃にされかけたことがあったんだった。同級生に急に男の子から呼び出されて、男子トイレの個室に入れられて、させなきゃここから出してやれないみたいな。私の人生が狂ったのは高校の時からだね。高校で女の子と同じような感じで接すればいいのかなと思って、それで同じように男の子と接してみたら、なぜか登校初日で嫌われちゃったみたいで、女の子たちから。それでお弁当を一緒に食べてくれる友達もいなかったから、ずっとお昼は学校を散歩してた。最初はトイレで食べてたんだけど、トイレって女の子がよく来るじゃん。それで私の悪口を話してるのが間近でずっと聞こえるみたいな状況だったから、耐えられなくって自暴自棄になっちゃって、自傷行為に走るようになっちゃったの。でも自傷行為って言っても一応アイドルも続けてるから、体に傷つけるわけにはいかないじゃん。私がずっと興味持ってた男の人の体、セックスに走った。こんばんは。あんやへようこそ。ホタルです。今日も眠れないのかな？じゃあ、またちょっと私の話、付き合ってくれる？この間はどこまで話したっけ？そうだ。中学生の頃の話したね。前々回は小学校の話で、私の家庭環境がちょっとよろしくなかった話とか、あとアイドルを始めてあんまりよろしくないことやられてたとやってたりとか、中学生の話で私の女の子の初恋の話と楽しいクラスメートとの話をしたね。今日は高校生の時の話してもいいかな。その中学校が終わる頃に、私のアイドルのメンバーの一人がすごいバズってて、結構有名人になったんだよね。それでいろいろテレビの取材とか受けるようになって、東京に行って、今まで福岡にいたんだけど、ずっと東京に行って収録したりとかライブやったりすることも多くなってきて、それで東京進出しようっていう話になったの。東京進出するにあたって、みんな家庭があるから、どういう状況の子でも連れて行けるってわけじゃないから、行きたい子だけ選抜して東京に行こうってなって、私は東京に行きたいわけでもアイドル活動を本気でやりたいわけでもなかったけど、ただダンスができればいいって思ってただけなんだけど、ちょっとお家が嫌で、認知症のストレスとかもお母さんは全部私に投げてくるし、その認知症のおばあちゃんもずっと暴言や暴力を私にしてくるし、家族全員で一つの部屋に住んでたから、プライバシーもあんまりないし、
結構家が嫌で抜け出したかった。だから私はちょっと不純な動機で東京に行きたいってお父さんとお母さんに提案したの。お母さんは私にずっとアイドルやってもらいたかったみたいで。なんでなんだろうね。自分がなりたかったのかな。よくわかんないけど。やらせたいって気持ちは変わらなかったし、今ノリに乗ってる時期だし、いいと思うって言って、じゃあ私一人で東京行ってくるねって言ったら、お父さんが心配だからダメだって、俺も一緒に行くって、仕事を辞めて一緒に東京に来てくれたの。本当に優しいお父さんだよね。それから高校に上がったら、ずっとお父さんが家のことを全部してくれて、毎日お弁当も作ってくれて。料理人だから、お父さんは。うちはずっと居酒屋と魚屋さんをやっててね。おじいちゃんとおばあちゃんが。そのおかげでお父さんは料理もうまくて、毎日お弁当も作って、洗濯もして、たまに私の部屋の模様替えとかもしたりなんかしちゃって。それで、ずっと私を支えてくれてた。私はずっと建築に興味があったから、部屋が大好きだったの。綺麗な部屋。いろんなインテリアが綺麗に並べられて、四角の錯覚を使ったりとか、いろんなマジックで綺麗に見える部屋。そういうのを見ると、すっごくいいなって思ってて、小学生の時から自分の理想の部屋とか、殿様の部屋とか、そういうのを妄想して、部屋の間取り図を変えたりしてた。だから私は家を作る仕事、建築家に志望したんだよね。もちろん勉強は大好きだったから、とりあえず偏差値の高い、東京で一番偏差値のその時高かった高校、建築家がある高校に入って、見事合格できて、で、そこからパパと二人暮らしだった。そこからは全然家の問題とかもなく、家では静かに、楽に、楽しく暮らせてた。高校に入って変わったものって言ったら、そうだね。私ずっと中学が女子校だったから、本当は中高一貫だから高校も同じところに行く予定ではあったんだけど、中学はそのまま上がらずに東京に進学した。だから急に男の子たちがいっぱいいる状況に身を置かれたんだよね。アイドルやってたからおじさんたちに囲まれるのは慣れてたんだけど、同世代の男の子たちへの接し方なんて全然わかんなくて、結構戸惑ったなぁ。私の人生が狂ったのは高校の時からだね。高校で、女の子と一緒に同じような感じで接すればいいのかなと思って、それで同じように男の子と接してみたら、なぜか登校初日で嫌われちゃったみたいで、女の子たちから。その時 DIY ブームみたいなのになってて、なんか建築家を志望する人が多くて、結構倍率も上がったりしてた。
それで結構死亡する生徒も増えてたし、女の子が死亡する率も増えてたみたいで、割と思ってたよりは、というか、まず男の子が多いなんて情報は知らなかったんだけど、男の人が20人、女の子が7人とか、そんな感じのクラスに、建築科に入った。で、登校初日に女の子全員に嫌われた。まあ、多分、みんなに聞いたら、みんな同じ答えが返ってくるから、多分そうなんだろうけど、理由は嫉妬。私は福岡出身で、福岡から来ました。何々女子中学校の何々ですって自己紹介をしたんだけど、まず女子中学校から来たってところもだし、福岡から来たっていうところもだし、なんか、ちょっとレアな生徒じゃん？だから男子生徒もそれでおーって歓声上げて。で、私も男の子への接し方わかんないから、普通に女の子と接するようにフレンドリーに接しちゃって。だから、あいつは男に媚びを売ってる人間だって思われて。ただ、建築勉強したくて入っただけなのにね。一瞬で嫌われちゃった。そこからは、そうだね。まあでも確かに男の子には興味があった。そういう性の知識って私の独学でしか学んだことがなくて。あ、そういえば話し忘れてたけど、小学生の頃にレイプされかけたことがあったんだった。同級生に。小学校5年生の時、私結構発育が良くて、もう小学校5年生の段階では、今と同じような体で、E カップくらいあったかな。だから結構そういうのの的にされてたのかな。胸がなんちゃらみたいな噂話をされてた。それで急に男の子から呼び出されて、胸触らせてよって言われて、まあ私そういう、エロの知識の絵の字も知らないから、ほっぺが触る感覚と同じだろうみたいに考えてて、さらっと触らしちゃって、その後なぜか男子トイレの個室に入れられて、セックスさせなきゃ、ここから出してやれないみたいな言われて、セックスってどうやるんですかって状態だったけど、まあ、子供が生まれ方なんてものも知らないし、とりあえず従うしかなくて。でも、幸い男の子の方もやったことがなかったから、入ったって言われて、どこにって思って。そう。何がどこに入ってセックスなんだっていう概念すら知らなかったから、まあ、股と股の間に入ったよっていう意味で、入ったって言ったんだよね。そしたら男の子もまあ入れたことがないから、入ったんだと思って。で、そのままセックスして、終わり。みたいなことはあったね。終わってもよくわかんなくなったし、かくれんぼ中でみんなに探されてたから、あの時どうしたのみたいに言われて。で、他の女の子たちはもうちょっと成長してたから、そう、それやばくないって言ってたけど、もう私は別にちょっと怖かったけど、なんてことないよって感じで終わったんだけどね。あ、やばい。高校のこと結構話す内容が多いな。でもあんまり覚えてないんだよな。嫌な記憶ってさ、すぐに忘れちゃう体質になっちゃって、最近。嫌な記憶もいい記憶も全部、
入ってきたそばから全部忘れてくようになっちゃって、すごい健忘症になっちゃってるんだよね、最近。まあ、そういうこともあって、ふわっとした思い出しかないんだけど、いじめられるようになって、まず私は、なんか、少女だったんだけど、ビッチだって噂を流されたの。あいつはすごい誰にもやらせてくれるビッチだって噂を女の子たちが流したみたい。それでもういろんな人からやらせてくれるんだろうみたいな感じで男の子が寄ってきたりして、ってで男の子たちからもなんかあいつはビッチだみたいな感じで白い目で見られて、女の子もずっと私の陰口言うし、なんか私がプリントを渡すときに後ろを向いたときに、後ろの席は男の子だったから、プリント渡すときに後ろの席に手ついて渡すじゃん。その手つく行為すら許せなかったみたいで、それでもまたなんかいろいろ言われてたり、まあ着替えてる時とかに聞こえてくるじゃん。そう、わざと聞こえるように私の目の前で言ったりとかで、何話してるのって私の話でしょって言ったら、全然違うこと言ってるよ、何自意識過剰してんのみたいな。もう全然取り合ってくんなかった。それでお弁当を一緒に食べてくれる友達もいなかったから、ずっとお昼は学校を散歩してた。だからお弁当を食べることもできなくて、なんなら食欲も湧かないから、パパが一生懸命毎日作ってくれてたお弁当をこそっと毎日捨てちゃってた。胸が痛かったけど、でもごめんなさいって思いながら、最初はトイレで食べてたんだけど、トイレって女の子がよく来るじゃん。それで私の悪口を話してるのが間近でずっと聞こえるみたいな状況だったから、耐えられなくって、だからといって廊下とかで食べるわけにもいかないし、なんか屋上までの廊下誰も来ないからそこで一時期食べてたけど、校長先生に見つかったりして心配されたりして、食べれなくて、ダメだったね。そう。でも大人に頼ればいいじゃんと思って先生に相談した時もあった。パパにはちょっと余計な心配かけすぎちゃって、ただでさえ大変なのに、すごいブラックな居酒屋で働いてて、なんか軟鉄とかもしてずっと働いてるみたいな状態だったから、申し訳なくって言えなくて、先生を頼った。先生に頼ったら、なんか私が SNS で書かれてるやつとか見せたりして、それを証拠にこういう風にいじめられてるんですって言ったら、それはいけないことだって怒って、女子を放課後みんな集めたの。私以外の女子をね。そういうことしてはダメだろうって。蛍ちゃんが悲しんでるぞって。まあ結果はわかるだろうけど、何あいつかまってちゃうんだよって。キモって、あんな奴のために時間奪われたのかよって。マジだるいみたいなことがいっぱいツイッターに書かれてたね。本当に結構高価だったね。そこからまたさらにいじめは悪化してったりして、それで朝学校に行きたくなさすぎて吐いちゃったり、あとなんか失神しちゃったり、何食べても吐いちゃったり、何も食べなくても吐いて血が出ちゃったり、いろいろして、これはまずいなって状態だったんだけど、
やっぱりお父さんに言えなくて。けど、誕生日に、なんか、お父さんにお願いが一つあるって言って、誕生日だから、一日だけ学校休んでもいいって聞いたの。すごい真面目で頭の固い私からしたら、一日学校を休むっていう行為は、ものすごくダメなことだったの。けど、本当にもう無理で、お父さんにお願いしたら、やっぱり、さすがに私の変な様子には気づいてたみたいで、もう学校行かなくていいって、もう一日だけとかじゃなくて、もう通わなくていいって言ってくれて、それで、その日から私は不登校になった。まあ、その後、また別の学校に行ったりもしたんだけどね。ちょっと話を戻して楽しい話でもしようか。そうやっていじめにあって、まあなんか発表があったりとか、頑張って作った発表の模造紙とかも、私だけ拍手もらえなかったりとか。なんか連絡網とかで連絡しても、みんな誰かがやったらありがとうって返すのに、私の時だけありがとうって返ってこなかったりとか。まあそういう地味な陰湿な嫌がらせがずっとなんか続いてた中、自暴自棄になっちゃって、自傷行為に走るようになっちゃったの。でも自傷行為って言っても、一応アイドルも続けてるから体に傷つけるわけにはいかないじゃん。やったとしても、自分でなんか鈍器的なもので体を殴って、朝を作って、まあ一週間のライブまでには治る程度の傷にするって程度だったんだけど、それ以外の自傷行為に走った。私がずっと興味持ってた男の人の体、セックスに走った。セックスしてるときは、男の人が立つじゃん。そうすると、あ、私、この人から嫌われてないんだって思えて、すごく安心した。すごく嬉しかった。そう。それで、もうビッチだとか、そういう噂流されてるし、もういいやと思って、いろんな人とやりまくった。どうせやるなら、なんか、その人の思い出に残りたいと思って、童貞の人、やったことない人ばっかり狙って、誘って、やって、たまに出会い系的なやつで、知らないおじさんとやって、なんか、その時遠行とかいう言葉も知らなかったから、お金払わなくていいのとかすごい不安げにおじさんが言ってきたり、なんかお小遣いを握りしめられたり、握らされたりとかしたけど、よくわかんないかったね。とにかく、私を求めてくれる人がいる時間がいるのが良かったから、セックスっていう自傷行為に走ったんだろうね。まあ満たされるのは一時的なだけだけど、私のことを生理的に無理って思ってない相手がいるって思えるだけでも、すごく嬉しかった。あんまり楽しい話じゃないかも。ごめんね。まあ、そんな感じかな、高校生時代は。
もうこんな時間だ。もうそろそろ寝ないとだよ。まだ起きてるな。また、よかったら眠れないときに、私の話でも聞きに来てよ。じゃあ、また、いつか待ってるね。バイバイ。おやすみ。